とんかつは1日10枚はい。限定で、切り込みとかはもう業者の人がやってくれてて、ウロが700で笹が250、こっちが700。コロとかに使うつゆ、はい、ちゃんとほぐしとかんと。こんな感じ。だからもうカツはもう昼までもう売り切れちゃう、大体。そうですね。はい結構早い時間になくなるんですか。はい。もうほとんどカレーうどんですか。そう、でも9割方カレーうどんね。ただ土日とか、はい、まあ家族連れとか来るじゃないですか。はい、だから大体ラーメン頼んだり。ドアとお兄さんしゃべりやすくて。カレーの中に入れるね。でこの箸はだし、スープに取る。鶏スープのいい香りがしますね。いい香りする。いや、意外と嫌いかなと思った、なんかこういう匂い。いや、全然。カレー粉屋さんに行くので、そういうかつお節もあるんだけど、めっちゃくちゃ匂いの。行っただけで何にもしてない、削り節でさ、ものすごいいい匂いする。この揚げも入れるんですよ。かまぼこと揚げと、今私がひいてるネギ、それがカレーの中に入る。
ね、冬になるとね、こういうのやるよ、イカリングとかやるよ。はい。だけどもう今夏はね、カツ自体がそんなにもう出る可能性も少ない時もあるもんね。はい。ので、まあ今こっちだけやめてる。冬になったらまた。そう、やろうかなと思って。でもね、カツはね、意外とまあ人気があるんですけどね。それで守っときよ。もうね、あとね、もう出るときはすぐ11時ぐらいで見れるね。朝から阪神か。阪神？阪神で胴上げもらんか。3連勝したら胴上げるのか。大体これ1本7人前ですね。朝から製麺とかまでされてた。ああ、そうそう。雨降ってきたろ。ね中におるでわからなかったろ。見えないやろ。キッズクラブにお邪魔しています。松原先生にこちらの魅力を50周年を迎えた KTC グループが応援しています。一つの特徴は楽しいから続く人。しばらく来なかった間にゴミ増えてません？今バッと振り返るとやるぞって気持ちですごいしてほしい。
でよく見ると SDGs の17のゴールのうちの一つ海の豊かさを守ろうっていう中何が入ってるので海の豊かさを守るために絡ませたくて、よその店よりも太めにしたりとか、温めると、ちょっともちもちした食感になるし、水で締めるとちょっとキュッていうの結構歯ごたえのあるコシのある食感になる。いらっしゃいませ、どうぞ。はい。じゃあカツカレー2つとカレーとご飯これ。はい。あ、いらっしゃいませ。そうね、これもカツカレー。非常に美味しいです。毎日食べたい。カツカレーうどん。カツカレーね。はい。はい、カレー。今日のようにですね、ところによっては局地的に激しい雷雨になり、ではこの先の天気の変化を10日間予報で見ていきます。はい、急な雷雨にお気をつけください。ああ、それ、カレーご飯。はい、これ。ごちそうさまです。ああ、美味しかったです。どうも。ありがとうございます。1050円。はい。どうも。ごちそうさまです。はい、ありがとうございます。あ、大きいですよ。あ、そうです。700円です。はい、冷やし肉うどんの中盛り一つと、はい。絹カレー中で。あ、ごめん、ぬかでね、普通の大盛りしかつけないんですよ。じゃあ、大盛りで。大盛りですか。はい、すいません。大盛り。あ、絹カレーがつけ麺。冷たいカレーね。はい。
あのね、1100円です。はいそうです。あ、どうもありがとうございます。お願いいたします。カレーでご飯。はい。うん、カレー美味しいと思う。時々食べたくなってくる。あの味のあり方好きなんだけど。カツカレーうどんライスチキン。あ、わかりました。あ、それ。あ、それ奥から行った。はい。すみません。はい、どうぞ。麺うまかった。麺もちもち。助かります。もう。今日はカツもご飯も大盛りで。はい。で、それ切りよ。どうぞ。病院的打食は100人中83人。どうもありがとうございます。ご注文は何されたんですか？カレーうどんですね。カレーうどんですか？はいはい。どうですか、お味は？うまいですね。久しぶりにうまかった。ありがとうございます。あー、すごいですね。これ川から流れてきてるんですか？そうですね。180ぐらいでどうですか？32、3年前。俺は22の時やで。ご主人はもうずっとここに通われてるんですか？まあ、来るわね。ありがとうね。はい、ありがとうございます。ありがとう。この間もラーメン食べた。気をつけてね。どうもありがとうございます。
こで食べたら他のカレーうどんは食べれませんね。めちゃめちゃ美味しいです。はい、台湾です。お待たせしました。ありがとうございます。29の時に始めましたね。そうなんですか。もともと父親がやってたんですけど、10年ぶりぐらいに復活させたって感じです。そうなんですか。そうなんです。親父の時は若シャチ屋、はい、そうなんですか。若シャチ屋のそうですね。じゃあ今のシャチノヤさんが源流。そうですね。もうシャチノヤさんの黒川ののれん分けで中川店としてやってたんですけど、その味を引き継いでやってます。なるほど。これは煮込みの柏です。スープはだいたい丸1日かけて出し取ってるようにします。名古屋コーチンのガラ、金層のガラっていう2種類を、ガラは結構もう多く入れてますね。あと野菜を玉ねぎ、ネギ、人参、あとキムチを。でもこの色になってからカレーがコクが増してすごいまろやかになったりしますね。室味と、その笹、いろんななんか細かいのが入ってるんで、うちのカレーは出汁が香りすぎるとちょっとまずくなるんで、ちょっと香り付けぐらいで、ベースはもう動物のソース。カツはどういうお料理で出ますか？カツカレーです。あとは味噌カツ丼とか、お昼のメニューでミニ丼やってるので、味噌カツソースカツ丼もよく出ます。だから大体カレーをメインで今やってるんですけど、で娘にホールをやってもらって、で息子が釜メインで。すみません、ご主人は働きに行ってます。もうで帰ってきて夜だけ手伝う時ある。夜手伝って待ってますね。こういうでかいのがあるんですよ。これを基本的になくすっていう作業ですね。このでかいのが入りすぎるとめちゃくちゃ濃くなっちゃうんですよ。だからこれやる作業が多い時20分ぐらいかかるんで、これが結構ネックなんですよ。全体的に何種類ぐらいのそういったスパイス関係は？10種類ぐらいですかね、うちは。カレーの粉が3種類と、あとはちょっと企業秘密です。基本的なベースは父親が最後修行した時の昔の黒川さんと変わらんする。お店のその味作りとかお父様から教えていただいた感じですか？父親が黒川の時に修行してた時に昔からのメモみたいなのがあったんですけど、それ見ながら一個一個直してっていう。中はちょっとモザイクしてもらえれば。スープに入れるネギをロスがないように皮を剥いてスープに入れます。もったいないので。息子さんがまたお店始められると聞いた時どう思いました？初めは嫌だったの。自分が苦労したので
もうやりたくはなかったんですけど、もうやると楽しいからもう良かったなとは思ってますけど。自分土下座して頼み込みました。もうこの人が結構肝なんですよ。いないと回らない。これはハスネギ用なのでカレー用で。このタレはもうオープンからずっと継ぎ足しで秘伝のタレです。これは一晩寝かせたんで、半日柔らかくするために煮込んで、でそこから夜つけっぱなしです。この一個一個この自分とは無縁なんだよ。考えてはできないです。台湾ミンチを作ってます。台湾カレーとか台湾ミンチ丼とかいない、うん。そう町内の人たちでできたって感じ。この神社があるんですけど、神社の手前で手を合わせるっていうのを毎日やってるんで。すいません。
いらっしゃいませ。はい、どうぞ。カレーソース関東頑張ります。確認するんですけど。カツ上がったらカツカレー入れね。いらっしゃいませ。はい、お待たせしました。台湾カレー麺少なめチャーシュー丼でお願いします。はい、ありがとうございます。行こう。はい。下もある。はい。はい、少なめね。はい。はい、台湾です。台湾カレーうどんの麺少なめになってます。お待たせしました。はい、はい。はい、ありがとうございます。台湾カレーうどんのセット。はい、定番。台湾味噌煮込み。はい。定番台湾でお願いします。はい。はい。台湾カレー。台湾味噌煮込みうどん。お待たせしました。ごちそうさまでした。お待たせしました。定番台湾。
お待たせしました。よく来られるんですか？いや、初めて来ました。そうなんです。どうですか、お味の方。めちゃめちゃ美味しいです。台湾カレーうどんがそんなにないんで、頼んでみたらめちゃめちゃ美味しかったです。お待たせしました。すいません、お待たせしました。味噌煮込みになります。お待たせしました。失礼します。お待たせしました。お待たせしました。味噌煮込みになりました。失礼します。お待たせしました。よく来られるんですか？よくは来てる。おすすめのメニューってあります？やっぱカレーうどんかな。麺が美味しい。それが一番大きいところかな。麺が大丈夫。そうなんです。そうなんです。カレーうどんの麺でもできます。あ、そっちのカレー麺。はい。醤油、酒、塩コショウ、生姜、ニンニク、結構ベーシックなんですけど、意外に人気なんですよ。結構ごついっすよね。だからランチは本当唐揚げ利益ないです。利益なしでやってます。手が痛いんだよね。唐揚げのマヨネーズ。中華そばですね。中華そばね。台湾ラーメン、唐揚げ丼のおろしポン酢、ご飯少なめでお願いします。おろしポン酢ね。はい、お願いします。お待たせしました。定番セットで。はい、ありがとうございます。カレーうどんの方で。じゃあカレー2丁。
ません、冷たいカレー、熱いのでお気をつけください。はい、今出ます。少なめね。温玉。はい、すいません、お待たせしました。お待たせいたしました。うどんと台湾ミンチください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですね。おすすめのメニューってあります？全部が美味しいからなんで。そうなんですね。ちょっと辛い。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい。あ、21で一番。向こうでできん？はい、すいません。大変ながらごお待たせしてすみませんでした。中華そばになります。2度目。あ、そうなんですか。ここのね、息子さんがよく美味しいって言って、そんで今日。どうですか、お味。美味しい。美味しいですか。うん。いらっしゃいませ。こんにちは。台湾カレーの普通とこっち辛いやつな。はい。あげますよ。一玉もらうか。ありがとうございます。はい、お待たせしました。これミンチダブルで。ミンチダブルの方。はい。はい。お待たせいたしました。に揚げ餅と温玉のトッピングになります。お待たせしました。ありがとうございます。大変美味しかったです。ありがとうございます。台湾をダブルトッピングで、温玉と揚げ餅です。はい。ここで食べたら他のカレーうどんは食べれませんね。はい。定番台湾に揚げなすのトッピングと定番カツでお願いします。エビフライカレー1、台湾カレー1、中華そばと唐揚げ丼のマヨネーズでお願いします。すいません。はい。はいよ。カツカレーね。はい。カツカレー。お姉ちゃんカツカレー置いときます。になりますのでお待たせしました。
ラーメン出ます。はい。温玉カレー、台湾カレー、エビフライカレー。はい。あ、じゃあもうあっちから取ってきて。台湾カレーうどんすいません。後ろからすいません。失礼します。お待たせしました。ありがとうございます。お待たせいたしました。はい。お待たせしました。ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。またお願いします。何個でも買ってください。骨小ライス。ました。カツカレーセットです。この羽がしっかりしてるのが名古屋コーチンで、これが金層の柄ですね。このコーチンを入れることによってちょっとまろやかさが増すのとコクが出るので、コーチンは絶対入れたいのと、でもコーチンを全部使おうとするとコスパが悪いんですよ。だからこの金層柄で5対5でやってます。お姉さんが小さい時はよく食べられてたんですか、お店の。そうです。もう今でも本当基本毎日昼カレーうどんなんですよ。始めた理由が食べたくて始めた部分もあって、まあでも10年ぶりに食べれたんじゃないですか。あ、そうですね。それは本当良かったかなっていう。ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。またお願いします。ラセー。タラカレー大好きです。カレーや。カラカレー1、カレー2です。めちゃくちゃでかい。ちょっとびっくりした。カレー5で4つ定食1、ライス1です。あれや。ありがとうございます。肉いいよ。ニンニク2で。やっぱり冬はこういうのがいいね。美味しい。あれや。あれさー。
クリスマスやで名古屋の丸翔さんっていう業者なんですけど、苦味渋みも出なくて美味しい出汁が取れるということで、うちのカレーうどん味噌煮込みに合うもんでこの出汁を使ってますね。いやします。うちカレーうどんがメインなもんで、うどんがよく出てくれるもんで、もううどんはもう測らずに、加水はもう手の感覚で、それでもう毎日やってますね。量が多いもんで。ずっと粉を手で触っとると会話ができるんですよね。機械は無理やり丸めれると思うんですけど、もうこれ以上やめてくれとか今売ってくれっていう風に会話ができるもんで、手打ちにこだわってやってますね。でまたちょっと真ん中にしてように踏んでまうので。いろんなところで修行させていただいたもんで、味噌煮込みの山本屋さんっていうところでアルバイトして100席ぐらいあるのに土日になったら行列ができるんですよね。もう
ですごいなと面白いなと思って、でましてや麺はもう水と粉だけで食を通じてこんだけの人を喜ばせれる麺って面白いなと思って、最初勤めたところが若シャチヤってところで、そこでカレーうどんと出会って、自分の好きなカレーと奥が深い、麺類合わせればカレーうどん、それを売りにしてやっていきたいみたいな、自分でチョイスしてこれが一番美味しいっていうのを、それをベースにして22年ずっと味一つ変えずにこれをやらせてもらってます。相模原の農家の加藤さんっていうところがホテル伊勢います。なんでこのお芋を使われてるんですか？カレーうどんにも合うし、ご飯にもかけても美味しいし。
味の特徴としてはどういったと後を引くもんで、ちょっとインパクトがある辛さだと23日したらまた食べたいなと、そういうふうに思ってもらえるような配合にしてあります。はいや大盛1カレー大盛り定1です。はいよ、これ大盛りだそうね。煮込みははいよ、天丼ミニとカレーな。はいよ、兄ちゃん。持ってくる。カレー。出せー。出せー。カレー大事。2玉はあるか。
レーの方乗りで。はいね。辛カレー1、カレー2です。はいよ。さあ。失礼いたしました。唐揚げカレーですね。去年転勤しちゃってほぼ1年ぶりですね。そうなんですね。はい、愛知帰ってこれたら楽しみに来てたんです。カレーうどん純粋に美味しいのと唐揚げのボリュームすごくて食べ応えがあるところが一番ですかね。あれさー。はいよ、おやとみんな。
りだけ入れて。はいよ。いや。はいよ。ミニな。教えていただいて、そうなんですか。すごく美味しいと聞いてたので期待通り。おすすめのメニューとかございますか。もう見た目からしてこれっすよ。カレーうまい、ちょっとかなってて。あ、そうなんですか。めちゃくちゃでかい、ちょっとびっくりしたっす。で、美味しい、結構ピリ辛。タラカレー第2です。それでは松でトンビ1、トンシ1、カレー5で4つ定食、もちカレー系1、ライス。あれさー。で、はい、唐揚げです。はい。ありがとうございます。いいよ。ニンニク2で。お願いします。90で。はいよ、天ぷらそばな。はい、まずカレーにな。はい、お待たせ。はいよ、天カレー。天ぷらカレー丼です。ちょっとお揃いですか。はい、天ざるそばで。はい。で、はいよ。で、らせー。はい、それでカレー丼定食ですね。カレー丼定食です。ゆっくりどうぞ。カレー丼とご飯で単品ですね。ご注文以上でおそれで大丈夫です。はい。あ、2個定です。オープンした時だいぶありますよね、ここ。22年とおっしゃってましたね。
やっぱり冬はこういうのがいいね。あったまるし、美味しい。お値打ち。お値打ち。ありがとうございます。お願いします。7点とでまあ今ね息子もおるでまあ少しずつですけどね前より楽にはなってますよ。お店を継ごうと思ったきっかけって何かあるんですか？父親ってこともあるんで一番近くに出てすごいいいなと思ったんでやりたいなと思いました。麺作りって難しいですか？そうですね、このうどんは塩水使ってるんですけど、その塩の濃度とかその水の量とかも考えてちょっと作らないと硬くなったりとか柔らかくなりすぎたりとかするんで結構その辺が難しいです。練る時間とかを2、30分やっぱ練らないと綺麗な丸とかにならないんでそれもちょっと難しいですね結構。はい、やっぱその同じ粉を使っとっても温度湿度一つそうですし店によってやっぱりやり方がこういう作り方があるんだなと思って僕はもう何軒も行ってよかったですね。もう師匠らにね追いつこうと思っても師匠らもやっぱ年々レベルアップしてますんで多分一生追いつけんなっていうのはだで日々勉強ですね今でも。はい、ピッチャーです。夏はやることが多いもんでやっぱし冬だとまだね遅いんだわ。4時頃で全然大丈夫なんだけどそれでも4時なんですムロアジとカツオです。
後悔するとなった時に自分が一つ区切りでこう引退だったりどれ使おうかちょっとこれなんかどれを使うこれ向こうの中で今日は雨がね降ったんで塩水はちょっと少なめにしてるんですよ。うどん粉はうちは気境中で使ってるんですけど、まあそれが主流なのかどうかは分かんないけどねうちのつゆには合います。やっぱし相性っていうのがあるので、粉によっても何でもそうですけど醤油でもねいろんな醤油の種類があるけど、うちの出汁と合う醤油をね探さないといくら高いからって言っても合わないし、それを探すのが大変でしたよね。お店の創業はご主人が創業されたかそうですそうです。僕は22年です。だから今34年長いね。こんなにうまくいくとは思わなかった。まあ思わなかったって言ったらおかしいけど、22でその決断ができるってすごいですね。若さゆえだよね失敗してもなんとかなるやっていうね。時はね、もともとうどん屋を勤めてて居抜きがあるっていう話を聞いて聞きに来たんですよ、ここに。手頃だったしお店も大きくなかったしでやるようになって、勤めとったところの味を出せれば絶対成功するっていう自信はあったんですよ。美味しかったんで。真似しても面白くないんで、やっぱしあとはもう自分のねオリジナルで自分の味を作り出したっていうか。大盛りメニューというか何かきっかけで始められたんですか？昔さ、大きい器がないもんでさ、2つで出しとったんだ。だけど2つだとさ、大盛り感があんまりなくなっちゃって、そしたら大きい器と出会えて、それからはもうインパクト。全部ご自身で。そう。もう自家製食べれるかな。
ご主人的にこれ食べてほしいっていうのは冷やしポロカレーうどんと冷やし味噌が今のおすすめ。よく出るのは肉うどんとか親子南蛮。きしめんを食べてほしいよね。一応名古屋なんで。はい、コロカレーうどんです。冷やし味噌煮込み、卵入りの小で、2つ、2皿一緒になっちゃう。はい、1790円です。ありがとうございました。ありがとうございました。よくいらっしゃるんですか？そうですね。夏場のコロカレーは結構好きなんで。はい。このコロっていうのは、なんかどういう意味というか。この辺の言葉で冷やした麺類っていうのがコロになりますよね。結構うまいですね、あれは。こうどうでしょう、5年ぐらいですかね。麦コロねすごいです。こんないろんな種類が入ってるのあんま見ないです。面倒だけど、その面倒やらんかね。全部違うってことですもんね。そうだね。茹で上がる時間も違うし。どうもありがとうございました。
小なんですか？小ライス。はい。冷やし味噌小にライス小ライス。はい。コロカレーのうどんの 1.2。コロカレーうどんの 1.2。12ね。玉ねぎ1点。玉ねぎ店、はい。ご飯であります。ありがとうございます。いやいや。うどん以外が少なめで。初めて来たんですけども、出汁が効いてて美味しくて食べやすいうどんでした。 1.2 だったんですけど完食が普通にできたんでよかったです。スープが美味しかったからご飯もついおかわりしちゃって、小ご飯って嘘やなと思って。そううんってよくある混ぜそばの追い飯みたいな感じの感覚で頼んだら多かったんでそうごちそうさまでした。美味しかったです。今のが何盛りですか？波です。これも波です。はい。ごめん、コロキシー。お願い。あ、毎度。あら。2段目に合う。はい。
ありがとうございます。肉うどん出ます。ありがとうございます。2キロになりますけど、お一人で完食されませんとペナルティーしてきます。コロうどん中。いいですか？コロうどん中です。コロカレーの人が小で2つくらい。はい。はい、ピッチャーです。ピッチャーねコロカレーのうどん。じゃあピッチャーねください。多いですか？はい。はい、やった。はい、じゃあプロです。はい。次のセットです。お願いいたします。今日ピッチャーをいただきました。はい。もうね、もうずっしり入ってるんで、うどんそばで最後にきしめんがきついと。本当あれも重たくて持てませんからね。もう毎日こんな感じ夏が終わるまで冷やしコロカレーうどんの 1.2。はい、コロカレーのうどん1、2です。はいよ。はいよ。カレーうどん1.2です。どうも
はい。失礼します。いらっしゃいませ。はい、親子煮込みが出ます。はい、卵のエビ天2本入り5番様です。麺がね、もちもちしてて美味しい。少しずつ若い子たちにも伝授しながら、まだまだもう10年ぐらいは。お願いします。お願いします。はい、よろしくね、ごゆっくりどうぞ。お願いします。長男と次男2人いるんですけど、2人ともが店継いでくれたもんで、共に5代目で、はい。これで50食ぐらいかな。もう作り置きせずに、あとは様子見ながら、お客さんの雰囲気見ながら、少しずつ込めとるのでね。水と小麦粉と細かい空気の気泡だけで、塩とか添加物一切入ってないもんで、日持ちしないし、夏なんか時間持ちしないもんで、作りだめは一切しないです。製麺作業はこうやって日々されるんですか？そう、私がほとんどやってます。で少しずつ若い子たちにも伝授しながら、まだまだもう10年ぐらいは。ごめんなさい、指
カーさんが頑張ってくれてるものでね、同じ味が提供できるね。この室味のこのちょっと湿り気っていうかね、そういうのバランスがうちの求めてるもの、それを必ず提供してくれてる。これが一番大事なもの。自分の手でね、必ず見ながら確認しながら、あとこの味噌の硬さとかね、こういうの確認しながら。うちの3代目の方がかなりこの昔からの味にこだわって必ず守ろうということをでき続けたので、自分もそれを素直に受け継いで、で5代目たちもその気持ちを受け継いで昔からの味を守ってやってます。どのぐらいつけるんですか？大体、感覚ですけど丸2日間から3日間はつけますね。皮を厚むきして結局残ってくるんですけど、そういうのも漬物にしたりとかして使ってます。
きます。インサラダやっとるかい。はい、卵のエビ天2本入り5番様です。お待たせしました。お待たせしました。卵1点2本入り。ミニサラダです。はい、名古屋コーチン卵入り。お待たせしました。3番様親子煮込みです。手羽先5本です。秘伝の手羽先のタレです。甘辛い感じです。いらっしゃいませ。みんなくっついてはい。いやいや、まず卵を切ったら。手前からすいません。もう1個作るので。ありがとうございます。お気をつけください。おはようございます。はい、一飯カレーのスペシャルです。はいよ。お待たせしました。お待たせしました。はい、卵入り煮込みが出ます。ランチのお取ってお願いします。はいよ。ごめんなさい、後ろです。
はい、親子煮込みが出ます。カウンター A 様。おすまし卵です。はいよ。はい、もち入り卵が出ます。お待たせしました。もち入り卵です。はい、親子煮込みが出ます。はいよ。カウンター A 様。すみません、お待たせいたしました。親子煮込みをします。熱いのでお気をつけください。初めてですね。はい、そうですね。ここに来れました。ランチだとやっぱり土手煮だとか、まあご飯も基本とかいっぱいついてきたのが、まあ美味しかったですね。はい。波のホルモン卵、こっちがネギ抜きで、土手煮と天むすです。はい、市販の神戸牛ホルモン卵です。親子煮込み1番様。エビ天に半卵ですね。順当です。卵のエビ天2本入り。お待たせしました。1番様。はい。親子煮込み1番様。お二つ目のあやか失礼いたします。はい。カラカリ皿になってます。すぐ銀行で引き出してくれる。ありがとうございます。美味しいです。とっても美味しいです。はい、卵入り煮込み2番様。いらっしゃいませ。水木もう一個も巻かないね。はい、よろしく。これいいですか。5番さん、エビ天1個の卵。はい、よろしくね。ごゆっくりどうぞ。漬物ください。はい、漬物お願いします。漬物お願いします。はい、よろしくね。いらっしゃいませ。あと2個。はい。鈴木さん、1回表回ってもらっていいですか。これ親子です。13番です。はいよー。13番さんの親子。はい。煮込みもう一丁出ます。はい。13番親子です。13番さん。はい、13番さん。ありがとうございます。ね。カウンター A さん、柏入りです。はいよー。お願いします。はいよ。お願いします。2番さん親子です。はいよ。
お待たせしました。串カツお願いします。いいよ。煮込みが一丁出ます。はい。お願いします。お待たせしました。失礼いたします。卵入り味噌煮込みでお願いします。届いたらの方お持ちいたしますね。ランチセット串カツですね。こちらの方あたりいただきます。ください。お願いします。はいよ。じゃあお願いします。とにかく手打ちにこだわりたいっていうので、もう手で水と粉を混ぜて伸ばして切るっていう昔ながらの作り方にこだわっているっていうところで、特に塩を使わずに煮込み麺として味噌が麺に染み込むようにというところのまず麺のこだわりと、あとは八丁味噌ベースのお味噌、うまみがかなり強い塩になってるんですけど、それの調合を毎朝やっているというところと、あと室味のベースのだし、室味も出汁がかなり強くてうまみが強いので、室味の荒節っていうのにこだわってやっているというところですかね。家族みんなでこのお店を美味しくて楽しいお店にしていこうというところで日々頑張ってます。おはようございます。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、いただきます。